今日は天ぷらそばを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は天ぷらそばを作りたいと思います。はい、ということで今回は年越しそばにぴったりな天ぷらそばを作っていきたいと思います。天ぷらの具材なんですが、シンプルにね、エビの天ぷらにしていきたいと思います。エビの下処理や、あとは衣をサクサクに仕上げる方法などご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにエビの天ぷらの材料からご紹介します。材料はこちらです。エビ、薄力粉、片栗粉、マヨネーズ、お水、塩、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。エビの天ぷらはこちらの材料で作っていきます。まず衣なんですが、衣をサクサクにするポイントはマヨネーズと片栗粉です。この2つを加えていただくことで簡単にお店のようなサクサクな衣に仕上げることができます。そして今回使うエビですが、こちらは殻付きの状態のエビを使っていきます。こちらの下処理の方法は後ほどご紹介していきます。そしてそばつゆとその他の材料をご紹介していきます。材料はこちらです。お醤油、みりん、お水、だしの素、塩、お蕎麦、かまぼこ、長ネギ、柚子の皮、三つ葉。こちらの材料で作っていきます。まずそばつゆなんですが、今回はですね、手軽な材料で簡単に作っていきます。そしてエビ以外の材料なんですが、トッピングでかまぼこと柚子の皮とネギ、そして三つ葉を入れていきたいと思います。こちらはお好みで入れてみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにそばつゆから作っていきます。まずお鍋にお水を入れます。そしてここに最初にみりん、だしの素、そして塩を加えます。こちらを一度火にかけてください。そしてこのまま中火で一度沸騰させます。時折ね、混ぜながら沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここにお醤油を加えます。そして火を止めます。お醤油をこのまま沸騰させてしまうと風味が飛んでしまうので、お醤油を加えたら火を止めてください。そして混ぜます。これで一度味見をしていただいて、味の濃さはお好みで調整してみてください。そばつゆはこれで OK です。それでは続いてお蕎麦を茹でていきます。まずお鍋にたっぷりのお水を張って、そして火にかけます。こちらを一度沸騰させてください。はい、お水が沸騰しました。そしたらこの中にお蕎麦を入れていきます。やけどしないようにね、注意してください。今回ね、2束茹でてます。全部入れたらですね、袋に記載されている時間よりも30秒少なく茹でていきます。今回私のお蕎麦はですね、5分茹でなので4分30秒茹でていきます。茹でている最中は吹きこぼれないように注意しながら茹でてください。30秒ね、短くしていただくことで食べた時にちょうどいい硬さに仕上がります。ではね、このまま茹でていきます。はい、時間が経ったので火を止めます。そしたらですね、こちらを湯切りします。はい、では湯切りします。湯切りしたら素早くね、流水でさっとぬめりを取ります。さっと洗ったら一度でボウルに入れて、そしてここに氷を入れます。冷水で一度ね、しっかりとお蕎麦を締めます。そうすることでお蕎麦にコシが出て、とても美味しい仕上がりになります。必ずね、冷水で締めるようにしてください。はい、OK です。そしたら水切りします。はい、お蕎麦の準備はこれで OK です。それでは続いてトッピングの具材を先に切っておきます。まず柚子の皮ですね。こちらは細切りにしていきます。はい、柚子の皮はこれで OK です。続いてネギを切っていきます。ネギは輪切りにしていきます。はい、ネギの準備はこれで OK です。それでは続いてエビの下処理をしていきます。まずね、エビのこの上の部分の殻を剥いていきます。利き手じゃない方の手で押さえていただいて、あとは利き手でね、くるっと剥いていただくのが一番やりやすいと思います。くるっと剥きましょう。はい、このように剥いてください。そしたらですね、今度はこの尻尾の部分ですね、ここを切っていきます。というのもですね、このまま揚げてしまうと破裂してしまう時があります。なので、この尖ってる部分がなくなるように切っていきます。このようにね、置いていただいて、ここら辺かな、尖ってるところの5ミリ先ぐらいから切っていきます。よいしょ。
こんな感じで切り落とします。そうするとね、この中に水分とあとエビの色素が残ってるので、これを包丁を使って取り出します。この時怪我をしないようにだけね注意してください。はい、このようにね取り出してください。そしたら一度ねこちら拭き取ってください。続いてね、この背の部分ですね、ここに包丁で切れ込みを入れてください。はい、そうするとこのように背わたが入ってるので、これを竹串で引っ張り出します。はい、そしてこのように背わたを取り除いてください。こんな感じです。そして取り終わったらもう一度開いて背わたがきちんと取れているかチェックしてください。それでは続いてこの曲がっているエビを今からまっすぐにしていきます。まっすぐにする方法は、この背中の部分とお腹の部分両方に切れ込みをまず入れていきます。ちょっとねやりづらいんですが、ちょっと立てていただいて包丁を斜めにして浅く切れ込みを入れていきます。だいたい1/3ぐらいまで入れていきましょう。スーッと入れます。このように切れ込みを入れたらだいたい1センチおきぐらいに切れ込みを入れます。4箇所から5箇所ぐらいに入れてみてください。このように背の部分に入れたら、今度は反対側ですね、このお腹の部分にも同じように斜めに切れ込みを入れていきます。今の状態でもね結構ねこうまっすぐになったんですが、これをさらにねピンとまっすぐな状態にしていきます。お腹の部分を下にして、そしたらですねエビをこのように立てて指で押さえつけます。はい、今ねちょっとプチッと音がしたの分かりますかね。そうするとこのようにエビがピンとまっすぐな状態になります。それでは残りも同じように下処理していきます。はい、エビの下処理が終わりました。それではですね、今からこちらのエビの臭み取りをしていきます。ではボウルにまずねエビを入れてください。そしてここに塩をまぶします。そして塩をね揉み込んでください。揉み込んだらですね、続いてここに片栗粉を入れます。そしてこちらを全体にまぶします。このようにまぶしたらこちらを水洗いしてください。はい、で水洗いしたらざるにあけて、そしてきちんとねエビの水分を拭き取っていきます。上からまたキッチンペーパーで押さえつけていきます。尻尾の部分も水分が残らないようにしっかりとねキッチンペーパーで拭き取ってください。はい、エビの準備はこれで OK です。この後衣をつけていくんですが、衣がくっつきやすいように薄力粉を薄くまぶします。こちら分量外です。はい、このように仕上げてください。それでは続いて衣を作っていきます。まずはじめにボウルの中にマヨネーズを加えます。マヨネーズを加えたらこちらのお水を少しずつ加えてマヨネーズを溶いていきます。ちょっと入れて、そしてよく混ぜましょう。お水を一度に入れるとマヨネーズがダマになってしまいますので、少しずつ加えてその都度よく混ぜてください。このようにしっかり混ざったらまたお水を少し加えます。そして混ぜます。また加えます。このようにお水ぐらいシャバシャバになったら残りのお水を加えてください。そしてよく混ぜます。よく混ざったらここに片栗粉、そして薄力粉を加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、このようにダマがなくなれば OK です。それではですね、今からエビを油で揚げていきます。揚げる時はですね、衣をつけながら揚げていきたいと思います。さらにですね、こちらちょっと大きめのスプーンも用意しておいてください。それではね、油で揚げていきます。まずね、フライパンの底から 1.5 センチほどの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。今回は180度ぐらいの油で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にすぐ菜箸の先からプクプクプクっと泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。そしたらこのエビの尻尾を持って、そして身の部分だけに衣をつけます。こんな感じです。そしてこの中に入れていきます。やけどしないように入れていきましょう。入れて10秒ぐらいしたらスプーンで衣をすくってこのエビにかけます。散らすイメージでねかけましょう。こんな感じでね衣を大きくしていきます。裏返して裏面がこんな感じになってるので裏面にもねかけてください。この時ねやけどだけには十分に注意してください。裏面にもかけたらまた逆さにします。これでだいたいトータルで3分ほど揚げていきます。
はい、こんな感じでね、ボリューム満点で衣はサクサクに仕上がりました。それでは油から取ります。ここのね、残った天かすは取り除いて、残りも同じように揚げていきます。はい、こんな感じでね、美味しそうにエビが揚がりました。ではね、このまま3分ほど油切りします。それでは最後仕上げていきます。こちらのね、あらかじめ作っておいたそばつゆを温めます。それと同時に別のお鍋に沸騰したお湯を作ってください。こちらはですね、お蕎麦を温める用のお湯になります。ではね、こちら同時に温めていきます。はい、こちらお蕎麦を温める方のお水が沸騰しました。そしたら火を止めてください。そしてここにね、お蕎麦を入れます。はい、そして10秒ぐらいですね、お蕎麦を温めてください。そして温めたらざるにあけます。そして軽くね、湯切りしてください。そうしましたらですね、温めたお蕎麦を器に入れます。あとはですね、ここにそばつゆと天ぷらと、あとはトッピングを乗せて仕上げたいと思います。まずこちらにそばつゆです。残りはですね、お好みで具材をトッピングして仕上げてください。はい、これで天ぷらそばの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、エビの衣はサクサクで美味しそうに仕上がってます。最後にですね、かまぼこ、三つ葉、長ネギ、そして柚子の皮をトッピングしました。こちらはお好みでトッピングしてみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。それではまずエビからいただきます。衣がサクサクで、そしてエビもプリップリです。このエビの臭みもなくてとても美味しい仕上がりになってます。ではね、お蕎麦もいただきます。美味しい。お蕎麦も柚子の香りが効いてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の天ぷらそばのポイントです。まずですね、今回天ぷらそばはですね、エビ天を乗せました。こちらのエビ天のエビなんですが、必ず下処理は綺麗に行ってください。少しね、手間なんですけれども、その分美味しい仕上がりになります。まず殻付きのものに関しましては、尻尾の先端の部分を切り落として、そして中に入っている水分などを取り除いてください。これをですね、このまま揚げてしまうと破裂する原因になるので注意していただけたらと思います。そしてその後なんですが、エビの背わたもきちんと取るようにしてください。そして背わたが取り終わったら、背中の部分と、あとはお腹の部分に浅く切れ込みを入れて、そして手で押しつぶしてください。そうするとですね、プチプチっと音がしてエビがまっすぐな状態になります。こちらもですね、一手間ではあるんですけれども、そのまま揚げてしまうとエビが丸まってしまうので、多少ね、尻尾の部分がね、曲がってしまう時もあるんですけれども、やらないよりは全然綺麗に仕上がるので、ぜひやってみてください。ただですね、包丁で切れ込みを入れるときはエビを切り落とさないようにだけ注意していただけたらと思います。そして衣を作る時のポイントです。今回はですね、衣にマヨネーズと片栗粉を加えました。この2つを加えることでとてもサクサクで美味しい衣に仕上がります。そしてエビ天を揚げる時のポイントです。まずですね、尻尾の部分を指で持って、そして身の部分だけに衣をつけてください。あとはですね、油の中に入れて、油の中に入れたら衣を上からかけてください。そうするとですね、よくね、お店で食べるような大きいエビ天に仕上げることができます。ぜひね、こちらの方法もやってみてください。ただこの作業をしている時は、やけどだけには十分に注意して行っていただけたらと思います。必ずね、温度管理はきちんとして行うようにしてください。そしてお蕎麦のポイントです。お蕎麦は袋に記載されている時間よりも30秒短く茹でてください。そして茹で上がったお蕎麦は氷水でしっかりと締めてください。そうすることでコシのある美味しいお蕎麦に仕上がります。あとはお蕎麦をもう一度温め直して、そしておつゆをかけて具材をトッピングして召し上がっていただけたらと思います。エビの下処理などね、少し一手間なんですけれども、その分とても美味しい仕上がりになりますので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は天ぷらそばを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。